昔の僕の写真です。会社を辞め、それまで貯めたお金で中型バイクの免許を取り、ヤマハ XZ400 を買って北海道に向け旅に出ました。その時はそのまま1ヶ月半かけて日本一周をしました。1982年の9月でした。そしてちょうど40年後の2022年9月に今回再びバイクで北海道を目指します。当時は世間知らずの未熟者だった僕はあの旅でいろんな経験をし、少しは成長できたのでした。旅先で出会った方々にお世話になったことは一人一人今でも覚えています。さてはて、今回は GN125 と前回の3分の1ほどの排気量のバイクですが挑戦します。まずは舞鶴のフェリー乗り場へ向かいます。Explosions like a heartbeat. Yeah, my mind's key. Rushes of emotion. Now let's do it again. There's sweetness and adventure without a venture. TV's got your mind stuck on good reality. Soul is warm. Life's much more. 夜走るのが苦手なので夕方にフェリー乗り場に到着するようにしましたが、フェリーの出発が23時50分なので時間を持て余します。Some say I'm living in the moment. I say motion. I ain't got no potion, but we can touch the sky. We are young. フェリーターミナルに到着するとあらかじめネット予約していたチケットを見せ、受付を済ませ、夕飯に近くの海防亭というレストランで海保のエビカレーをいただきました。美味しかったです。ターミナルに戻ると船が到着していました。アカシアです。予期していなかったのですが前回と同じで嬉しかったです。当然船体は当時とは別物ですが、さて乗船です。
今回はツーリスト S という下から2番目のカーテンで仕切った小部屋です。プライベートは限られていますが、テレビや机もあってなかなか快適です。40年前は同じ航路で舞鶴小樽間が30時間かかったのですが、今は21時間です。すごく速くなっています。40年前のお話ですが、小樽行きのフェリーで4人部屋で2人の方と同室になりました。1人はトラックのうんちゃんで、もう1人は30歳代ぐらいの人で、京都でバーテンの大会があって参加した帰りだと言ってました。30時間の道中、バーテンさんは大会で2位になったんだって話を聞かせてくれたり、僕にいろんな話をしてくれて、たくさんお酒をおごってくれました。船が揺れたのもあって、降りる時僕はフラフラでした。そんな僕にその人は降り際に「ごめんね、実は僕はバーテンでも何でもなくて大会の話は嘘だったんだよ」って告白してくれました。僕はその人が嘘をついていたことよりも、もう二度と会うことのないであろう若者に誠実であろうとしたその人の良心が深く印象に残ったのでした。途中かなりの時間電波がつながらなく、ネットができなかったので、ちょっとした時間つぶしができないのがほんの少し苦痛でした。普段いかにちまちまとネットにつないで時間を潰しているかですよね。小樽へ入港です。北海道へ上陸しました。そのまま宿へ向かいます。予約していたビジネスホテル太閤へ向かいます。フェリーターミナルから5分ほどで到着です。トイレやお風呂は共同ですが、和室のきれいな部屋で安く利用できるのでおすすめです。ルームキーも内装も昭和レトロでいい感じです。近所のコンビニで夕食と朝食買ってビールをいただいて、明日に向かって早めにお布団に入ります。おやすみなさい。